すごい。よろしくお願いします。皆さん、お久しぶりです。ようちゃんです。今日は DLB on Browser Again ということで、お話ししたいと思います。で、登壇、私、ようちゃんですけど、もう一人、レッドさんさん、中島さんですね、も、登壇していただきます。で、これなぜかっていうと、なんか、この CFP、Ruby 会議の CFP が公開される、募集される直前ぐらいに、なんかこういうのをやりたいんですよね、みたいなことをレッドさんさんに言われて、で、そしたら、それもしかして Ruby 会議に出しますって言った。めっちゃネタ丸かぶりですっていう話をしてなんかじゃあ一緒にやってみますみたいな話をして、実現しました。ちょっと待って。はい。で、あと2階のこちらの方の、ブックストアの方で私の同人誌も置いてありますので、皆さんぜひご購入ください。サインも捕まえてくれたらサインもします。で、誰かっていう話をしますと、ようちゃんです。はい、ようです。アンドパッドという会社で働いています。で、アンドパッドは、今年も、プラチナスポンサーをやっています。で、あと、Ask the Speaker というセッションを設けていまして、だいたい昼頃ですね、私の他にもワイダーさんとか、蓮見さんとか登壇されているので、ブースに来ていただければ、スピーカーの話は聞けるっていうのをやってます。で、私は明日のお昼、1時10分ぐらいからいますので、なんかこの登壇の中で聞きたいことあったら、ぜひ遊びに来てください。で、あと、Gibier っていうツールを作っています。Gibier っていうのはこういうスライドのツールなんですけど、で、今ここにあるのは Gibier 2というのでやっています。Gibier は、もともと Opal という、Ruby から JavaScript にトランスパイルするツールを使ってやってたんですけれど、今回は、WASM を使った、Ruby WASM を使ったツールになっています。で、Ruby 会議には2015年から2017年で登壇して何回かやってるんですけど、特に、話したいのはこの2015年から2017年で、2015年はさっき言ったオーバルの、なんだっけな、リアクト的なバーチャルドームの実装して紹介しました。で、2016年は、その Ruby でクライアント、ブラウザ側とサーバーサイドと両方 Ruby で書けるようになるので、アイソモフィックプログラミングができるようになりましたっていう話をしました。で、2017年が、DRuby on Browser ということで、オーパルを使ってブラウザー上で Ruby を実装したっていうお話をしました。で、今年は DRuby on Browser Again ということで、WASM ですね、Ruby WASM、最近結構話題になってるかと思いますけど、Ruby WASM を使ってに、DRuby を動かしてブラウザ上で DRuby 使えますよっていうお話をします。で、ちょっとおさらいないんですけど、Ruby WASM っていうのは何かっていうお話をします。で、Ruby WASM っていうのは、ブラウザ上にで、この Ruby WASM のこの WASM の部分ですね。WASM っていうのは何かっていうと、WebAssembly の略で、ブラウザ上で動くマシンコードですね。ブラウザ上にこう VM があって、そこで動くマシンコードです。で、マシンコードは何らかの変換をして使うわけですけれど、C だったりとか、ラストだったりからコンパイルして使えます。で、C コンパイルしてできるっていうことで、CRuby をコンパイルして作られたものが Ruby WASM です。これは家庭の科学くんさんが作ったやつですね。はい。で、そうすることによって、ブラウザー上で Ruby が動かせますよっていう風なのが、この、Ruby WASM ですね。で、あと DRuby も、軽く紹介しますけど、関さんがその辺にいたんで、ちょっと緊張しますけど、DRuby っていうのは Ruby の分散オブジェクトの技術です。で、2つのこの RubyVM ですね、プロセスだったりとか、ホストが違うところにあったりとか、別々のところで動いている、RubyVM で、例えばこのサーバーサイドにあるRuby のオブジェクトがありますよっていうときに、それを、クライアントサイドっていうか、別の VM 上で実行することができますよっていう技術です。
で、通常ここはスタブになっていて、DRB オブジェクトっていう名前なんですけど、スタブを、のメソッド呼び出しをすると、サーバーサイドの、オブジェクトでメソッドが実行されるっていう感じになります。で、こういうのをリモートプロシージャーコールって呼ぶんですけど、で、あと、ここの、戻り値みたいなのとかだったりとかは、マーシャル、Ruby にマーシャルっていうメソッドあると思うんですけど、マーシャル可能なオブジェクトであれば、シリアライズして、そのオブジェクトそのものが、サーバーサイド、クライアントサイドで動くとか、そういったこともできます。で、こういったもの、分散オブジェクトの技術が DLB です。で、この2つを組み合わせることによって何が嬉しいかっていうお話ですね。で、普通に Web アプリケーション、作るときに皆さん JSON API を実装したりするかと思うんですけど、JSON API っていろんなことをやらないといけないわけです。例えば、サーバーサイドには、コントローラー実装したりとか、オブジェクトを、JSON でシリアライズするっていうコードも書かなきゃいけない。あるいは、クライアント側だったら、それをフェッチする API を呼ばなきゃいけないし、フェッチした JSON をパスして何らかのオブジェクトだったりに変換する必要があります。で、DLB を使うとどういうことになるかっていうと、もうサーバーサイドは、クラスを定義する。それだけです。で、クライアントサイドはもうメソッドをコールする。それだけです。っていうような世界観が待ってます。いいですね。で、もう一つメリットがあって、これはブラウザーで動くことのメリットなんですけれど、先ほどのは、ブラウザーとサーバーと1対1の関係だったんですけど、ブラウザーが複数あった場合に、このサーバーサイドにあるオブジェクトを共有するっていうことができますね。あくまでオブジェクトのメソッドを呼び出しているので、オブジェクトを共有することができるので、そのための仕組みをいろいろ考えなくても、簡単に、オブジェクトを共有できます。で、これをちょっとデモしたいと思います。ちょっと待ってください。ウィンドウを移動しないといけなくて。よいしょ。あれなんか、大丈夫そっち。なんか、ファイルが降っちゃった。これブラウザを2つ持っていきます。で、これ2つのブラウザ別々で動いてるわけですけど、ここのボタンを押すと、バリューがインクリメントされていく。で、こっちでインクリメントしても、両方に反映されますっていう感じで、これサーバー側で共有されたオブジェクトが、そのままブラウザで表示されているっていう状態です。あれちょっと欲しがっちゃった。これを移動していきたい。移動していきたい。難しい。こっちに逃がせばいい？はい。行かない。いった。よいしょ。はい。で、これらを実現する技術についてちょっとお話ししたいと思います。で、2つのジェムを作りました。一つは DRB WebSocket。で、もう一つは WASM DRB です。で、DRB WebSocket の方は、サーバーサイドで動くものです。で、これは、DLB のプロトコルっていうものになっていて、DLB っていうのは、通常は普通のソケットですね、ソケット通信で動いてるんですけれど、そのソケット通信のところっていうのをプロトコルっていう形で抽象化していて、差し支えが可能なので、そこにWebSocket を使ったプロトコルの実装をしてたものが DRB WebSocket です。で、FAWebSocket を使っていて、あとスタンドアロンモードとラックミドルウェアモードを持っています。これは後で説明します。あと WASM-DRB は、WASM の上で動かすようにしています。で、DLB は先ほど言ったようにソケットを使うんで、WASM で動かないので、WASM 上に DLB を実装しちゃっています。ソケットの問題だけじゃなくて、いろいろスレッドの問題とかなんですけど、実装してます、即時に。で、あとは DLB のクライアントの実装とサーバーの実装が必要なので、サーバーの実装もしてます。これなぜ必要かっていう話もします。はい。
で、ミドルウェアモード、スタンダードモードっていうのは普通の DLB と同じように使えるモードなんですけど、今回のものって、やっぱり、WebSocket を使う上で、ウェブアプリケーションとして使いたいことが多いと思うんですね。なので、ラックミドルウェアとして使えるようにしましたよっていうモードがあります。で、もう一つ、WASMDRB の話の方ですけれど、なぜサーバーサイドのインプリメントが、実装が必要かっていう話は、こういう感じで、ブロックを渡すみたいなケースですね。ブロックを渡すみたいなケースで、じゃあ、これはスタブなんですけれど、こっちブラウザ側なんで、スタブを呼び出すこのメソッドはサーバーサイドで実行されます。だけど、じゃあその渡したブロックってどっちで呼ばれるのっていう問題があるわけですね。これは答えは、クライアント側で、ブラウザ側で実行されるわけです、これは。で、そうすると、サーバー側からそのプロックオブジェクトを呼び出すと、サーバー側からリモートプロシージャーコールでブラウザ側のメソッドを呼び出す必要があるので、サーバーとクライアントの関係が逆転するわけですね。なので、サーバーの実装が必要ですよっていう感じになってます。こういう感じで使います。で、デモをしたいんですけど、ちょっと待ってくださいよ。あ、これしちゃダメだ。あれこうしちゃダメだ。さっきのこれが出てきている。で、このデモがちょっと怪しい。ハローとか打って、センドするとどうなるかな。出た。なんかはいとか入れてくれている人がいる。はい。これ、はいって私、素晴らしい。ありがとうございます。わいわい。ありがとうございます。これを読み取って入れると、ここに皆さんのメッセージが表示されるはずです。どうですかね。ヤッホーとか来てますね。さあ、あと。これでもなんか、結構実験したんですけど、たくさんつながると壊れたりするんで、実はもしかしたら動いてないかもしれないんで、ちょっとサクッと次に進みたいと思います。これ今のコールバックの仕組み使って、他のよそのところから送ってきたのを表示するっていうのはコールバックの仕組みでやってました。はい。ありがとうございます。で、もう一つ、デモっていうか、実はこの、さっきも説明したけど、このスライドが、GBA2 っていうので作られていて、これも、WASM-DLB で作ってます。で、ここになぜ DLB が必要なのかっていうのは、あるんですけれど、C っていうのなんですけど、パーサーが必要、で、これマークダウン書くとスライドにしてくれるっていうツールなんですけど、このマークダウンをパースするのをサーバーでやるかクライアントでやるかって話ですね。で、クライアントサイドでやろうと思うと、マークダウンパーサーのジェムを、こっちにロードする必要があるわけですね。で、パーサーを、埋め込むんだったら、パースした結果を返した方が、マシかなっていう感じで、DLB、使いたかったから使ってるんですけど、DLB 使っています。時間結構余裕あった。はい。で、良い面たくさん話してきたんですけれど、ちょっと課題みたいなのもあります。課題というか、DLB を実装してみて、RubyWasm にある課題みたいなのをちょっと見つけましたっていう話です。で、一つは、これは DLB 固有の話かもしれないんですけど、DLB ってサーバーから返ってきたやつをオブジェクトとして使って、メソッドを呼び出すと、サーバーで実行されたり、クライアント側で実行されたりすることになります。そうすると、サーバー側で実行されるものっていうのは、通信をしているので、非同期呼び出しになります。で、非同期呼び出しっていうのは、WASM 上だと、プロミスが返ってくることになります。で、なので、なんていうかな。
普通に DLB 使ってる感覚と違うわけですね。なんかスタブで呼び出すと、なんかアウェイトとかつけないと、その結果を得ることができないみたいな状態になっていて、ちょっともやっとするなっていう問題があります。あと、なんだっけ。そうそう。WASM、ごめんなさい。これは、オーパルで実装した時にはなかった問題なんですけれど、WASM の場合だと、WASM の世界と JavaScript の世界って別の世界があるわけです。で、非同期呼び出しをするときは、その WASM の世界と、その JS の世界と行き来を必要になります。なぜかっていうと、JS のプロミスを使って、ファイバーを実装してるからです。で、しかも、なんか Asyncっていう、なんかものを使っていて、なんか結構マジカルな感じで、ちょっと私には理解できない難しいメカニズムで実装されているので、難しいっていう感じがあります。で、具体的にこの問題について話すと、例えばこういうやつですね。これは普通の、JavaScript のイベントハンドラーの話です。ボタンをクリックしたときに、JLB のスタブを呼び出しますっていうときに、ここアウェイトつけなきゃいけないですよねっていう話もあるんですけれど、こういったコードを書いたときに、これはエラーになります、実は。で、これはこういうふうに書くのが正解で、ファイバーを入して、トランスファーするっていうブロックでこう書かなきゃいけないです。これがなぜこうなるのか、こうじゃないといけないのかは私もあまり理解できてないんですけど、JS ってなんか非同期のものは Async ってつけなきゃいけないみたいなやつと同じような理屈だと思っていますけど、こういうのが必要になってちょっと直感的でないって感じです。で、最後にコンクリュージョンです。DRuby と、RubyWasm を使って、こんなことができますよっていう、いいことありますよっていう話をしました。で、それを実現するためのツールの、紹介をさせていただきました。で、それを使ったちょっとデモンストレーション、うまくいったかどうかわかんないですけど、デモンストレーションをして有用性をちょっと見せることができたかなと思います。で、あと最後に、ちょっと非同期課題あるよねっていうところも指摘させていただきました。はい。私の発表の方は以上になりまして、次、レッドサンさんの、パートになりますので、はい、交代します。こんにちは。はい、じゃあ、では最初に自分の自己紹介をさせてください。僕の名前はレッドさんと言います。趣味はですね、Ruby のプログラミングをブラウザで動かすことです。それの趣味について去年の Ruby 会議で、話してました。でですね、これから喋ることの紹介です。ですね、最初にあったようちゃんからも言われたように、僕とようちゃんは同じ目標を目指したんですね。DRuby をブラウザで動かすという。それで、一緒に発表することになりました。なんですけど、やり方が実は全然違うんですね。です。どこまで書いたっけ？そう。ですね。DRuby はそのプロトコルっていうモジュールを実装すると任意のウェブソケットとかで動かせるんで、それで動かしましょうっていう、そこまでは一緒なんですけど、その後のやり方が違うので、なんか違うやり方があるっていうので、そういう違いを楽しんでもらえばいいかなと思ってます。はい。で、ですね、僕はどうやってやろうかと思ったかというと、ですね、ウェブソケットの通信を抽象化するライブラリを作りました。抽象化っていうのは、CRuby でもブラウザでも同じように動く WebSocket 用のライブラリを作って、それでDRuby の通信をさせようというふうにしています。で、そのライブラリの名前がWANS っていうライブラリで作っています。で、ですね、WANS の機能を紹介すると、一番重要なのはその CRuby とそのブラウザで同じコードが動くってことで、こんなサンプルコードで、ですね、WebSocket
のオープンですすると、ソケットが返ってきて、そのソケットに対してputsとかgetsとかってやると送受信できるっていう、こういうライブラリです。ちょっと今日はデモとかをする時間はないので、もうちょっとコードで説明していきたいと思います。さっきのはクライアントなんで、今度はサーバー側だとこんな感じになりますっていうので、サーバーは WebSocket サーバーっていうクラスがあるんで、それをオープンすると、インスタンスが返ってきて、それのアクセプトメソッドを呼ぶと、接続待ちになります。で、接続リクエストが来ると、ソケットが返ってくるんで、そのソケットで読み書きするっていう感じです。で、これに対して、例えばブラウザでさっきみたいな WebSocket Open っていうコードを書いてあげると、これでブラウザと CLB で通信ができるという、ライブラリです。で、特に重要なのが、この WebSocket の Open とか、puts gets とかっていうインターフェースがですね、Ruby の TCP ソケットクラスと一緒なところです。はい。これは、まずです。WANS で何が嬉しいのかって話で、CLB とブラウザで同じコードが動くので、例えばなんかちょっと IRB で動かして試してみたみたいなコードをそのままブラウザに持ってって動かすことができるという、そういうところを狙っています。で、ですね、で、WANS を実装するにあたってどういうふうな、挑戦が必要だったかって言いますと、よっちゃんの話にも出てきたんですけど、Ruby の、ソケットの API と JavaScript の WebSocket の API って違う部分があるんですね。一番大きく違うのはメソッドを受信するところです。で、Ruby だと上のコードみたいにですね、ソケット gets ってやると、メッセージが来るまで待ちます。で、メッセージが来ると次の行に進むという同期的な API です。で、JavaScript の場合は、2つ目のサンプルコードですね。メッセージっていうイベントがあるんで、そのイベントのイベントハンドラーを設定してあげます。で、メッセージが飛んでくると、イベントハンドラーが実行される。こんな API です。で、こっちは非同期な API です。で、このように同期と非同期で全然違うので、このギャップを、WANS では埋めています。で、そういうことをするために WANS はどういうアーキテクチャになっているかっていうのを説明すると、一番上にあるのは TCP ソケットに似ている API があります。で、その下に WebSocket の実装があって、それが Ruby の実装と JavaScript の API を使った実装と2つあります。で、その下にはそれぞれ Ruby の TCP クラスを使ったりとか、ブラウザの API を使ったりしています。はい。でですね、その2つ実装あるんで、どうやって切り替えているかっていう話をしていきます。ですね、WANS はですね、JS っていうジェムに依存しています。JS っていうジェムがあるとJavaScript の API が使えるので、この JS っていうジェムに依存しています。で、JS ジェムに依存しているので、これを切り替える判断に使っています。で、具体的には下のコードにあるみたいに JS っていう定数が定義されていたら、プリペンドを使って JavaScript 版の実装に上書きしています。よいしょ。次は、あれですね、非同期の API をどうやって待つかっていう話です。これは、Ruby in Browser でしかなかなかない課題だし、解決方法も Ruby in Browser でしかないので、なんか結構面白いところだと思います。で、ですね、先ほど出てきた JS っていうジェムは、これ RubyWasm に入っているジェムなんですけど、この中にはですね、プロミススケジューラーっていうものがあります。これを使うと、プロミスの、結果を待てるんですね。で、さっきのようちゃんさんとちょっと違うのは、コールバックで呼ばなきゃいけないのは、レゾルブの方で、なんだっけ、アウェイトするのは待つ方なんですね。で、それを、コードで示すと、こんな感じになるはずで、これは、Ruby に Q っていうクラスがあるんですけど、その Q はスレッド間のメッセージを待ったりするために使うやつで、それと同じ
イメージで書いてます。なので、上のポップって方は、メッセージが来るまで待つっていう時に呼ぶメソッドです。で、この中で、プロミスを新しく作ってあげます。で、それのレゾルブメソッドをですね、インスタンス変数、レゾルブにしまっておいて、で、このポップの方ではプロミスをアウェイトします。で、プロミスをアウェイトするんで、このプロミスが解決するまでこっちのポップ側は止まります。で、メッセージの受けたイベントハンドラーの側では、今度は、プッシュをします。プッシュの方では保存してあるレゾルブメソッドを実行してあげます。で、こっち側で実行するんで、上のポップのプロミスアウェイトが再び動き出して、同期的にイベントの起きたのを待つことができます。はい。です。じゃあ次は、ですね、ワンズは CRuby とブラウザで両方で動くんで、そういうライブラリを作ると今度はユニットテストをどうするのっていう問題が出てきます。っていうのは、CRuby で動く機能と JavaScript、ブラウザで動く機能があるので、それをテストを実行するためには CRuby は、R スペックなり何なりで動かせばいいんですけど、JavaScript 部分をどうやってやろうかっていう話があります。で、単純にブラウザで動かしちゃうと、ユニットテストが遅いし、なんか、プレイライトとかで書くとちょっとめんどくさいので、もっと簡単に書きたいっていうのがあります。それで、ワンズの場合は、Node.js で、実行して、ユニットテストをJavaScript の機能のユニットテストを実行しています。Node.js には NodeWAG っていう、モジュールがあります。これは、WASM が実行できるので、JavaScript の部分を WASM に変換して NodeWAG で実行してユニットテストを動かすという仕組みで動いています。この仕組みは、あれですね、RubyWASM 自体がこうやってユニットテストを実行しているので、それを参考にしています。さあ、そう、ここまで、そろそろまとめです。ワンズを作っていて気づいたんですけど、ワンズっていうのは WebSocket の通信を抽象化してたんですけど、これはなんか実際それを使ってプログラムを書いていると TCP ソケットを使っているのとほとんど変わらない感覚なんですね。なのでこれは実はソケットプログラミングがブラウザでできてるんじゃないかという感じをしています。なんでワンズがこうやろうとしてるのは、単に WebSocket を抽象化してるんじゃなくて、ソケットプログラミングインブラウザっていうなんかこう今までにない概念をこう提唱できるんじゃないかなと思っています。はい。そうそう。で、ソケットプログラミングがこうブラウザで動くんで、DRuby も動いてますよという感じです。ただ、今のところクライアントしか動いてないので、あれですね、さっきの、コールバックが必要だったブロックの実行とか、あの辺は動かないはずです。はい。早いな。まあいいや。はい。じゃあ最後にまとめです。ワンズって、ですね、名前はですね、WebSocket なんで、Web&Socket っていう意味で、ワンズって名前を取ってます。あとこれもう一つ意味を重ねてて、マジックワンドっていう、魔法の杖っていう意味で、何が魔法かっていうと、なんですかね、ブラウザで TCP ソケットみたいな、ソケットプログラミングができる魔法っていう意味で、魔法の杖ですね、っていう意味で、ワンズっていう名前にしてます。はい。そういうわけで、ワンズを使うとですね、ソケットプログラミングインブラウザっていうなんか新しい体験ができるんで、ぜひ皆さんもやってみてほしいなと思います。はい。僕の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。